どうも、ベイメットチャンネルです。本日は、新ベイインパクトドレイクの性能を100回戦で徹底検証してみた。12月28日に発売されたインパクトドレイク 960LR。ブレードにラバーが搭載された今までにはないアタックブレードだ。平均重量は 38.95g で 39g を超える個体も多く、フェニックスウィングメタルコートネイビーと並ぶ最重量級ブレードとなっている。ブレードに内蔵されたラバーはスーパーボールのように反発する力で相手を弾き飛ばすことを売りにしている。従来のメタルブレードと一線を画すのか、当チャンネルおなじみの弾き性能測定を行っていく。他にも前作のベイブレードバーストでは、ラバー搭載のブレードは相手から効率よく回転吸収できるということで、送り合いに有利だったようだ。そこで今回は、コバルトドラグーン E を相手に、インパクトドレイクのエレベートカスタムだけではなく、レベルカスタムでも勝ち越すことができるのかを検証していくぞ。まずはロットボールを相手に、ボールカスタムで、ブレードの持久力と弾き性能を測定していく。25戦やってみた結果は、トータル発揮回数は70回、1秒あたりの発揮回数は 0.11 回、平均スピンタイムは 30.27 秒という結果となった。次はデフォルトカスタムの960ローラッシュで、ロットボールに対しどれくらい戦えるのかを検証していく。最重量級のブレードは動きが遅いため、軽量級ラチェットの960でスピードを補い、攻撃力と持久力を合わせ持つローラッシュビットというとても理にかなっているカスタムなので、ロットボールに対し勝ち越せるのではないかと期待してるぞ。25戦やってみた結果、ウィザードロットは23ポイント、インパクトドレイクは12ポイントという結果となった。次はレベルビットのカスタムで送り合いに勝つことができるのかを検証していく。レベルビットの送り合い性能はエレベートビットには劣るが、スタミナが高いウィザードロットやシルバーウルフなどと組み合わせた場合、送り合いで勝つことも可能なビットだ。測定した結果、インパクトドレイクの持久力は9位ということで、低い部類に入るが、ラバーによって効率よく回転吸収することができれば、勝ち越すこともできるのではと期待してるぞ。25戦やってみた結果、コバルトドラグーンはスピンフィニッシュ17回、インパクトドレイクはスピンフィニッシュ3回、送り合い勝率は 15% という結果となった。最後はコバルトドラグーン E を相手にエレベートカスタムでの送り合い性能を検証していく。同じエレベートビット同士であればバランスが良くスタミナが高いブレードが有利だが、ラバーの力が発揮されるのかを検証していくぞ。
た結果、インパクトドレイクのブレード性能は、平均重量は 38.95g でランキング2位。持久力は 30.27 秒で9位。攻撃力は 0.11 で4位という結果となった。他のブレードの順位については、前回の性能別ランキング動画で詳しく紹介しているので、概要欄のリンクからぜひチェックしてみてくれ。まず、持久面については 30.27 秒ということで、ホエールウェーブよりも5秒ほど長いが、エアロペガサスやフェニックスウィングより10秒ほど短いため、ドランバッサーやホエールウェーブ同様、いち早く決着を決めるべきブレードとなるだろう。次に攻撃面については、1秒あたりの弾き回数が 0.11 回ということで、エアロペガサスの 0.10 を上回る上位クラスの弾き性能を持っていた。しかし、その弾き性能の高さゆえに、自分が弾かれてオーバーフィニッシュを取られてしまうケースも多かった。次に、ラバーの評価については、攻撃面では高回転時は大きい弾きが多く発生していたが、回転力が落ちてくると多少の弾きはあるが、大きい弾きはかなり少なかったため、ラバーによる弾きは回転力というエネルギーの反発力が重要なことがわかる内容だった。逆に、相手がインパクトドレイクでこちらが別の名誉を使用する場合は、高回転時はラバーの反発力で大きく弾かれるが、持久力はそこまで高くないという特徴を逆手に取り、こちらはフルパワーでのシュートはしないという戦術も有効だろう。最後に、ラバーの送り合い性能については、レベルビットでは送り合い勝率が 15%、エレベートビットでは 45% ということで、ラバーは送り合いに有利になるとは言えない結果だった。逆にスタミナが切れそうなコバルトドラグーンが、インパクトドレイクのラバーによって一気に体勢を戻す場面も多かったことから、回転吸収のしやすさは自分だけのメリットではなく、相手にも作用してしまっていることがわかる内容だった。今回の検証では、送り合い勝率が 45% という結果だったが、勝てている試合がギリギリのものばかりだったため、期待値はそこまで高くないと感じた。総評としては、攻撃力は低くはないが、ホエールウェーブほど振り切れておらず、持久力がエアロペガサスやフェニックスウィングに劣っており、コバルトドラグーンインに対しても振り対面となってしまうため、環境トップクラスとまでは評価できない内容だった。しかし、960やローラーシュビットは非常に優秀なパーツのため、ぜひ一つは購入しておきたい商品だ。みんなのおすすめカスタムもぜひコメント欄で共有してくれ。次回はゴーストサークルの性能を徹底検証する予定だ。ぜひチャンネル登録して待っていてくれ。それでは次の動画でまた会おう。アディオス。